こんにちは。もう2年間連続で夏祭りができてなくて、夏祭りの雰囲気をどうしても味わいたいので、自分で開催しようと思います。油多めで、人参からやろうかな。硬いから。この今後ろに映っているテントは新しく買ったテントなんですが、このテントを張りに行った動画はあるので、あまり深く触れないでください。やっぱさ、こうやってここで料理するだけですごく楽しい。お肉入れます。本当はね、キャンプ場でやろうと思ってたから行けるように準備をしていたんですが、お肉に火が入ったからキャベツを入れます。麺を入れます。よし、そうだ、ちょっとやってみたいことがあるので持ってきます。ちゃんと泡が溢れないように開けたいと思います。なんで？そうだ、飲んじゃえばいいと教えてもらったのに。それでは乾杯。夏祭りだし。泡なんでだろう。冷やしておいたし、振らないで持ってきたんだけどね。そしてやってみたかったのが、よくバーベキューとかで見るこの焼きそばの中にイエイってこれ水分ないからこれだいみたいな、あれをやりたかったのでやりたいと思います。お、ちょっと水がないのでこれだい。はい。いやー、ショックショック。どうかな。いやー、久しぶりに飲むとすごいな。食道の位置を再確認できます。そして水分のおかげでとてもいい感じ。キャンプ場でさ、焼きそばやってる人いるけど、ちょっとちょうだいって言いたくなりますよね、あれ。バーベキューの最後にさ、こうよく動く系のお父さんがみんなの分を作ってるやつ。はい、いい感じ。かつおだしを少し入れます。この前試したんですけど、ちょっと屋台っぽい味になるような気がしました。今日はね、目指すは屋台の焼きそば。粉は全部入れずに3分の2ぐらい入れときます。決して薄味にしたわけではございません。ここで屋台っぽくする裏技、その2、ウスターソースを入れること。ウスター、はい、いいね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 。 OK。 そしたらポイントその4、ちゃんとこれに移します。やっぱりスキレット万能ですね。全然焦げてないです。人参はこれです。フランク、これも大切。セリアのミニ鉄板で焼きます。3分。
そしたら焼きそば食べよう。最後の焼きそばのポイントそれはこれです。この何にもくるまってないこの安い割り箸、この割り箸の味があってこその屋台の焼きそばの味です。あ、匂いがすごい。匂いが屋台、青のりとこの紅生姜がパックに包まってるのが屋台の匂い。いただきます本当に屋台、美味しいです。こんな感じです。マスタードと、あ下手すぎ。はいいただきます。こんなさ、焼くだけで幸せになれるなんてすごい。次もお祭りと言ったら欠かせないあれです。これまた割り箸を使います。これで綿あめを作ります。でもうちには綿あめを作る機会がないので、はいできました。綿あめの完成です。これを刺しましたいただきます。大きい。あ美味しい。大人になってから急に食べてみて。すごいびっくりするぐらい美味しい。甘くてすぐ溶ける。こんなにすぐ溶けるんだってぐらいすぐ溶ける私はスーパーの駄菓子コーナーで買いました。美味しい。あ、怖い。すごい。一気に水取れた。すごい。ミラクルミラクル見て、絡まり合って取れました。なんかいいことあるかも。幸せ。それではいただきます。夏だということで、今日はキャンプと夏祭り両方楽しんじゃいました。釣りに行ったりキャンプに行ったり、まだ先になってしまうと思うんですが、待っていようと思います。そしてやっと手に入れたこの寝床ですが、これを初めて設営立てる動画は撮ってあるので、それもそのうち編集してアップしようと思います。なんかちょっといつもと違うことを生活に取り入れると楽しいなっていうのは本当にいつも思うので、皆さんも楽しい夏休みを過ごしてください。バイバーイ。